皆さんこんにちは。たかぴーくん家のたかぴーです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は Vlog シリーズ初めての海外旅行。2023年10月末に日本からの直行便が再開したフランス領ポリネシアタヒチに訪問した際の様子をお届けします。今回はまず日本からタヒチまでのフライトの雰囲気、また最初の目的地となるヒルトンモーレアラグーンリゾート&スパでの滞在1日目までの様子をお届けしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。それではタヒチ編1日目スタートです。今回は成田空港からの飛行機となるため、東京駅からバスで向かうことにしました。所要時間はおよそ1時間。しばしバスの旅を楽しむことにします。そして成田空港に到着。第2ターミナルに入り、出国審査フロアへ向かいます。さあ、いよいよ空港の中に。あってもおかしくないよね。さらに上に行きます。ここに、はい。だから体を割りますね。そして出国審査フロアに到着。まずは今回滞在中に利用する Wi-Fi ルーターの受け取りに向かいます。そこでいいと思う。今回はグローバル Wi-Fi のルーターをお借りしました。これで現地での通信手段も確保。改めて今回利用する航空会社エアタヒチヌイのカウンターへ向かいます。ここに JAL がありますね。JAL まあでももうちょいだね。 R あそこがまあでもあるとしたら R ってここか。この辺 R 到着したもののまだ受付が開始していないようだったので、一度食事をしながら開始時間を待つことにしました。一つ上のフロアへ上がって先へ進んでいくと、書店やお土産処、その他各種ショップが軒を連ねていました。ありますよ。スターバック食事を済ませ、再度受付カウンターへと向かいます。じゃないよね。あ、エアタヒチヌイじゃない。こちらが今回登場するモアナエコノミーの列になります。無事に搭乗手続きを終え、保安検査場も通過し、搭乗口へと向かいます。搭乗口へ向かう途中でエアタヒチヌイの機体が見えてきました。こちらが今回の搭乗口です。まあこの時間に言えばまあ間に合うはまあ。それではいよいよ機内に搭乗します。あれですね。なんかすごいね。デザインがすごい。このやつは設置だもんね。私も大丈夫はず。座席に到着するとサービスのアメニティキットが置かれていました。中を開けるとアイマスク、耳栓、イヤホンなどが入っていました。クッションでブランケットですね。日本からタヒチまで
直行便で10時間20分ほど、いよいよ離陸の時です。機内サービスではまずお花のプレゼントがありました。近づけてみるといい香りがします。そして入国審査の際に提出が必要な書類も配られました。タヒチ到着までに記載を済ませ、準備を整えます。その後、最初の食事、夕食の時間となりました。牛肉か鶏肉をメインとした食事で、私は牛肉の方を選んでみました。こちらは鶏肉をメインとした食事です。そして食後のドリンクサービス、コーヒーを飲んでホッとする瞬間です。そして翌朝、飛行機は目的地のタヒチに近づき、いよいよあと2時間ほどの状況となってきました。ここで朝食の時間となりました。朝食はポーチドエッグとベルギーワッフル、いずれかから選択することが可能で、私はポーチドエッグのメニューを選択しました。一つの袋の中にフォーク、ナイフ、スプーンがまとめて入っています。いよいよタヒチへの到着が近くなり、地上との高さも近づいてきました。よく見ると奥の方に今回の最初の滞在地と思わしき島が見えてきました。あの島は今日の目的地、モーレア島だろうと。そしてファア国際空港に到着しました。いよいよタヒチの地へ降り立ちます。飛行機からタラップを通じて直接地上へと出ていきます。なるほど、ここから直接外に出る。着いた瞬間にあったかい空気を感じ、タヒチに到着したことを実感します。あったかいね。あったかい。これはちょっと後で着替えなきゃ。エアタヒチヌイの機体に名残惜しさを感じつつ、空港の建物へと向かいます。さあ、いよいよファア国際空港の中へと入っていきます。空港に入るとすぐ、南国を思わせる音楽とダンスで歓迎いただきました。長距離移動の疲れを優しく癒してくれるメロディーでした。入国審査までしばし列で待つことにします。無事に入国審査を終え、空港の出口方向へ向かいます。言うてだってそんなないもんね。出口が近づいてくると、何やら太鼓のような音が聞こえてきました。なんと空港の出口でも盛大に歓迎をいただきました。そして歓迎の時にいただいたこちらの小袋、果たして
した。どうやら日本からのフライト再開を記念したキャンペーンを兼ねていたということで、出口での歓迎も貴重な体験となりました。心に残った歓迎の余韻に浸りつつ、少し空港の中も散策します。オープンな雰囲気の中、多くの観光客の方で賑わっていました。お腹すくじゃ。いなくなったさっきの人たち。ここからは現地のガイドさんの案内に沿って目的地まで移動していきます。まずはバスで港へと向かいます。今日はちょっとモーレアまでガイドさせていただきます。モーレアの周囲約60キロといって、だいたいボラボラと同じような距離になります。日本人のガイドの方からタヒチの情報を共有いただきながら、いよいよ港が見えてきました。個人のボートとかそういうのがたくさんにわれてます。で、荷物を引き取っていただいて、私が説明しますので、そちらの。そしてフェリー乗り場に到着。こちらでフェリーに乗って一路モーレア島へと向かいます。さあさあ船に乗りますよ。来てる。いいね。フェリーの中は外に行くには多くの座席数があり、一回外出てから階段登るのかしら。奥の通路からそこも甲板あるか。屋外の座席へ向かうことも可能でした。すごい綺麗です。こちらが甲板にある座席です。屋外の心地よい風を感じながら、こちらの座席に座って出港を待ちます。いよいよフェリーが出港しました。じゃあこのがモーレア島ですよ。今からあそこに向かいます。およそ30分後、目的地のモーレア島の姿が見えてきました。船内にある売店の様子を横目に見ながらフェリーの外へと出ていきます。そしてモーレア島に到着。いよいよモーレア島での旅が始まります。ああいうのに乗ってるのか。島に上陸したら、まずフェリーで預けていた荷物を受け取り、再度現地ドライバーの方の車でホテルへと向かいます。Everybody speak English, right? Big hello to you, my friend. Yaurana, ini konnichiwa. 車内でモーレア島やタヒチ島に関する情報もいただきながら、少しずつ宿へと近づいていきます。道の途中で何やら素敵な景色が目に飛び込んできました。はい、皆さん、2分。ムービータイム。ドライバーの方の計らいでこちらで景色を撮影させていただきました。写真や映像で見ていたタヒチの光景がここには広がっていました。そしていよいよ本日の宿泊地となるヒルトンモーレアラグーンリゾート&スパに
到着しました。 Anyway, my friend, thank you very much. Huh? Thank you for taking it. No problem, man. マルルまずは入り口のラウンジでウェルカムドリンクをいただきながらチェックインの手続きを進めていきます。そしてお部屋までの移動はカートに乗せていただきました。多くの水上バンガローが並ぶ中、お部屋へと近づいていきます。クレープ&バー。こちらが今回のお部屋です。早速部屋の中へと入っていきます。今回の旅行の目的の一つだった水上バンガロー。今一つの夢が叶った瞬間にもなりました。ラオラララオラナだったね。そしてこちらは水上バンガローならでは。お部屋の中から海の様子を覗くことが可能です。それではお部屋全体の様子も見ていくことにします。ガラス床側にテレビとソファー、そしていただいたシャンパンが置いてあるテーブルがございます。また壁際には一人用のデスクもございました。上を見上げると穏やかにシーリングファンも回っていました。そして反対側に回ると左側に一人用のデスク、その隣にキングサイズのベッドがございます。次に玄関の方に回ると左手にクローゼット、セーフティーボックスを挟んで部屋の奥側にコーヒーメーカーやケトルなどドリンク用の機器が設置されています。そしてこちらの下に冷蔵庫、なるほど。中にあるそれぞれのドリンクはフリードリンクとなっています。玄関の右手側に回るとこちらがバスルームです。まず右手にバスタブがあり、その反対側に洗面スペースがございます。ベッドルームからも見えるってことですね。そしてバスタブの奥側にシャワースペース、その左手がお手洗いです。また洗面スペースにはドライヤーもございます。最後に窓から外に出てみます。こちらからは一面綺麗な海の様子が広がっていました。そして左側の階段を降りていくとダイレクトになんとお部屋から直接海に入ることも可能となっています。こんなとこにいましょう。まあだからあれだね、海入ってすぐここで綺麗にできるように。海の中を見ると肉眼でたくさんの魚の様子も見ることができました。一通りお部屋の中を見た後は予約していた夕食の時間です。トアテアクレープリー&バー、水上バンガローが立ち並ぶ途中の箇所にある水上スタイルのクレープバーです。バンガローと海が広がる光景を見ながら食事をいただくことが可能です。私は
大きなガレットを選んでみました。そしてクレープは素敵な演出も行っていただきました。夕焼けが沈んだ後はまた違った雰囲気を楽しむことが可能です。こちらのバーの周りでも集まった魚を見ることができます。食後に少し他の施設の様子も見ていきます。まずは大きなプール、そしてお土産や黒真珠を売っているお店もございました。それぞれ日中に改めて来てみようということで部屋へと戻ることにしました。ちなみにお部屋のガラス床、夜でも照明のスイッチを入れることで海の様子を見ることが可能です。ようやく一段落という感じでお酒などもいただきながらこの日一日を終えました。タヒチ2日目以降の様子は次回へと続きます。最後までのご視聴本当にありがとうございました。次回もぜひご覧ください。